ご視聴ありがとうございます。今回は、とある大手私鉄で最も乗降客数が少ない駅のご紹介です。駅前に住宅地が広がる駅に、乗客が集まらない理由を解説します。似たような名前の駅に隠された、真の根本的な理由にも注目です。ここは、東急大井町線の起点、大井町駅です。大井町線は、東急の各線と接続しつつ、溝の口までを結ぶ路線です。2008年3月に急行の運転が始まり、その後急行停車駅の施設が拡充されたことで、今では急行は7両編成になりました。一部の列車は、溝の口から先、田園都市線に直通しています。JR 京浜東北線、臨海線と乗り換えができるこの駅、2023年度の乗降客数は1日平均で11万2975人で、大井町線で最も多いです。10万人という数字は、都市部ゆえに利用客数の多い東急の中でも、一定の存在感があります。そしてこの大井町線に、東急で最も乗降客数の少ない駅があります。それが大井町駅からわずか6駅目、北千束駅です。まもなく北千束です。出口は右側です。タイミングが合わなくて LED 表示器に駅名が出ないので、右上の路線図に移ります。北千束駅がここ。上下線がホームを挟む構造です。5両編成、全長100メートルの列車は、きつめのブレーキで止まります。ホームに降ります。端の方には屋根がなく、また、こちら側のホームの端は結構狭いです。前寄りの車両から降りる人はおらず、乗降客数の少なさがわかります。後付けのホームドアが設置されたため、余計に狭く感じられます。停車時間20秒ほどで、列車は発車していきます。この駅の場所で地面の高さが変わり、下り寄りは盛り土になっています。上り寄りへと進みます。改札口などは下り寄りにあり、先ほど映っていた道路に接しています。エレベーターがこちら。これは後付けで、幅の狭いホームに収めるため、ドアが片側2枚のタイプです。開くときにドアが重なって収納されるので、エレベーターの左右のスペースを節約できるというわけです。エレベーターの近くの屋根は改修されており、元の屋根はもう少し上り寄りにあります。木製の柱や梁が特徴で、山形に組まれた様子が渋さ全開です。東急の駅では改修工事が進み、こうした施設は減ってきただけに、貴重なアイテムです。この先には、この駅唯一の階段があります。エスカレーターはありません。上り寄りはホームが広く、ホームの端も割とゆったりしています。大井町駅の改札はホームの上り寄りにあるので、朝ラッシュにはこの辺りが混みそうです。列車は日中1時間あたり9本。この駅には急行は止まらないです。色分けされているのは、各駅停車にも通過駅のある列車があるからですが、北千束駅にはすべての各駅停車が止まります。日中1時間あたり3本ある急行列車が通過です。もともと大井町線の各駅には5両分のホームしかなく、急行列車の両数を増やすにあたり、停車駅のホームだけが延長されました。この駅は急行通過駅なのでホームの延長はされず、今も5両分のホームしかないです。改札に向かいます。この階段は線路の間隔が狭くなる場所にあるので、こちら側の壁が斜めになっています。この先で右斜め45度曲がったところに、改札があります。改札の外からの様子がこちら。この駅は無人駅ではなく、係員が配置されています。こじんまりした駅舎と乗降客数の少なさを反映して、券売機は2台だけです。東急では、クレカのタッチ決済機能や QR コードを利用して改札を通ることができます。クレカ決済は去年夏に実証実験が始まり、今年5月に全駅に広がりました。QR コードは去年12月に東横線と目黒線で始まり、今年1月にはほぼ全駅に広がりました。オンラインサイトならではのお得な切符もあり、今日は私もそれを使っています。乗降客数の少ない駅にも最先端のサービスが導入されています。駅の外の様子がこちら。
左に見えるのが出入り口です。この道路は片側1車線で、左を見ると、道路の左右に住宅などがぎっしり立っています。北千束駅を含む区間が開業したのは、1927年、昭和2年。当時の規格で作ったからなのか、ガード下の高さは 2.6 メートルしかありません。警告灯がくるくる回り、左には文字が出るっぽい表示器もあります。文字が切り替わるタイプらしく、車高超過という文字が出そうな感じです。センサーで検知して、注意喚起する機能があるのでしょうか。ご存知の方はコメント欄にどうぞ。鉄骨やその上の看板には傷がついており、特に看板は左の3つだけが新しいです。車がぶつかってボロボロになったため、交換されたのでしょうか。線路の反対側がこちら。道路がここで高さを下げ、線路をくぐっています。こちら側は線路の横に建物などがないので、勾配の具合がわかりやすいです。線路の手前には、反対側と同じような看板が。こちらもたびたび車がぶつかっているらしく、看板は結構ボロボロです。周辺は住宅地ですが、道路が広くないことや高さ制限がきついことから、バスは駅前には来ないです。最寄りのバス停はここから200メートル余り離れており、北千束駅の名前はついていません。北千束駅の2023年度の乗降客数は、1日平均で7069人。大井町線で2番目に少ない下新名が8823人。3番目に少ない緑が丘が9786人なので、それらと比べても少なさが目立ちます。ちなみに東急では、路面電車タイプの路線である世田谷線で、駅ごとの乗降客数が公表されておらず、路線全体での公表になっています。また、こどもの国線は横浜高速鉄道の所有で、東急は運行を受託しているのみのため、この動画では対象外です。東急でも似たような扱いをされることが多く、各種施策で対象外になることが多いです。本田駅は1日平均934人ですが、これを普通にカウントすると動画が成立しないので、ご理解いただけると幸いです。ちなみに、この上にある多摩川線の多摩川駅は、1日平均で3388人。北千束より少ないですが、これは駅全体の乗降客数を接続する路線に割り振っているからです。東横線は12816人、目黒線は3825人で、合計すれば北千束より多いです。東急は東京と神奈川に路線を有し、田園都市線ではそれなりにのどかな車窓もあったりしますが、乗降客数最小の駅は東京23区にあります。住宅街に囲まれたこの駅の利用者が少ない理由に迫ります。周辺の位置関係がこちらです。実はこの駅、半径1キロ圏内に5つの駅があるのです。目黒線、池上線と斜めに交わっているため、全体が Z 型の配置になり、駅同士が近くなりやすいです。周りの駅との直線距離を元にした北千束駅が最寄りになる範囲がこちら。しかもこの辺りは、建てられる建物の種類や規模が割と厳しく決められています。幹線道路沿いでは多少規制が緩いですが、建物の高さが最高10メートルに制限されているエリアもあり、一戸建てや小さなマンションが目立ちます。住める人の数が限られる上、さらに他の駅に乗客を取られやすい要因があります。下り列車の次の停車駅が、隣の大岡山駅です。1927年、昭和2年7月、大井町線で最初にできた区間の終点がここでした。大井町線と目黒線が接続し、1日平均の乗降客数は合わせて45,214人。北千束の 6.4 倍あります。97年6月に駅改良工事が完成し、駅全体が地下に移されるとともに、それまで路線ごとに独立していた線路が方面ごとに並べ替えられました。同じホームで乗り換えられるので、とっても便利です。駅が地下になった後、目黒蒲田間の目蒲線は系統分離され、目黒線となった区間は後に地下鉄と直通することになり、都心直結路線に変身。大井町線、目黒線とも急行が止まるため、利用者がこちらに流れやすく、改札寄りには混雑防止の張り紙もあります。目黒線に乗れば都心に直接行けるほか、目黒で山手線に乗り換えれば、新宿や渋谷にも行けます。駅前にはお店もたくさんあるほか、
大学のキャンパスもあり、賑わいが絶えないです。目黒線で一駅上り寄りにあるのがここ、洗足駅です。1日平均の乗降客数は 13,969 人。急行が止まらないこと、目黒線にしか乗れないことから、大岡山駅よりは少ないですが、北洗足の2倍近くあり、その差は歴然です。また、路線同士が近い駅の南側とは異なり、北側では他の路線が遠いことも、乗降客数が多くなりやすい要因です。一方、大井町線の逆隣がここ、旗の台駅です。大井町線と池上線が接続しています。2008年3月に駅改良工事が完成し、大井町線では確定と急行の待ち合わせができるようになりました。1日平均の乗降客数は 38,032 人。大岡山より 16% ほど少ない程度の数字です。急行が止まること、駅前にお店が集まる利便性から根強い需要がありそうです。サクサク行きましょう。旗の台の一つ下りより、長原の乗降客数は1日平均で 14,415 人です。池上線の車両は18メートル車の3両編成と、目黒線よりこじんまりしていますが、乗降客数は洗足駅より多いです。2021年12月にリニューアル工事が完了し、元のタイルなどを活かしつつ、おしゃれな感じになっています。改札周辺では、木製の装飾が特徴です。そして最後が、長原の一つ下りより、洗足駅です。1日平均の乗降客数は 16,529 人で、長原より多いです。大規模な改良やリニューアルが行われ、かつての面影が薄れている駅も多いですが、この駅は違います。年季の入った作りの屋根はもちろん、古さを感じさせる階段周辺の丸みや、アーチ状の構造が特徴的な橋などが健在です。そしてこの駅にもう一つのエピソードがあるのをご存知でしょうか。今回ご紹介した駅のうち3駅に、洗足、または洗足の名前があります。洗足は稲の洗足が語源とされ、その洗足は収穫できる量とも、年貢として納められた量とも言われています。そして稲の収穫を支えたのが、洗足池駅の向かいにあるこの池、洗足池です。漢字は異なっていますが、その成り立ちは同じです。北洗足駅はもともと、この洗足池の最寄り駅として開業した駅です。1927年7月、大井町大岡山間が開業した翌年、1928年10月に池月駅として設置された駅でした。当時の池月という名前は、源頼朝が洗足池のほとりに宿泊していた時、一頭の馬の姿が池に映り、月のように美しかったことから、自らの馬としたという故事が由来です。おしゃれな由来の駅でしたが、名称として分かりにくかったからか、1930年5月に洗足公園駅に改められました。もともと、大江町線と目黒線のこの辺りの区間は、目黒蒲田電鉄が、池上線は池上電気鉄道が建設した路線です。会社が違うため、2つの路線に最寄り駅っぽい名前の駅がありましたが、1934年、池上電気鉄道は目黒蒲田電鉄に買収され、会社は消滅。同じ会社で張り合う意味がなくなったからか、1936年1月、洗足公園駅は北洗足駅に改められています。この駅はもともと洗足池の最寄りというには無理のある立地で、路線や駅の開業順序を見ても、池上電気鉄道への対抗のために作った感じがあります。周りの駅と近く、発展の余地に乏しい駅でしたが、一度作った駅を廃止するわけにもいかなかったらしく、その後も残されました。乗降客数を集めにくい北洗足駅には、大元の理由があったのです。そして、これらの路線の歴史とも関わるもう一つのお話は、また別の動画に続きます。ご視聴ありがとうございました。